よし、忘れ物なし、ゴミよし、杖よし、一泊ありがとうございました。行ってきます。はい、おはようございます。本日は2024年の10月18日ですね、歩き遍路22日目の朝でございます。いやー、昨日はね、人通りはそれなりに多かったんですけど、もうゴキブリがマジでやばくて、夜ねちょっと怖くて外出れないぐらいいましたね。で、今日の予定なんですけど、とりあえずですね、昨日回れなかった36番の昇龍寺、もうすぐそこなんですけど、それをお参りして、その後はね、海の遍路道である巡行船、あれがね10時5分だったかな、そのくらいの便があるんで、それに乗ってね須崎の町の方に向かっていきたいと思います。で、ちなみにね、昇龍寺終わった後の37番の岩本寺っていうところが、ここから60キロかな、そのぐらい離れてます。で、その岩本寺が終わったら、次は足摺岬にある金剛福寺がもう約100キロで、その次が高知県最後のお寺である円光寺、それが70キロぐらい離れてるんで、もう寺の間隔がめちゃくちゃ遠いですね。なんで頑張って焦らずねやっていきたいと思います。とりあえず昇龍寺に向かいましょう。はい、着きました。四国第36番昇龍寺です。行ってきます。はい、失礼します。あっという間の到着なんやけど、最後の階段がえぐいっていうね。荷物下に置いてきたんで、こんぐらいだったら楽勝っす。朝一やし。着いた。はい、昇龍寺行ってきました。で、今の時間が8時20分ぐらいですね。10時5分なんで、あと1時間、30分後40分後ぐらいに船が出るんですけど、だいたいね、ここから船着き場の距離が4キロぐらいなんですよ。で、ちょっと船乗る前にファミマとかに寄りたいんで、そうですね、1時間もあれば多分4キロだと着くと思うんですけど、時間はねちょっと細かく気にしながら行っていきたいと思います。もし乗り遅れたら大変なことになるので、というわけで昨日通った道を引き返して歩いていきます。ありがとう山陽荘、君のことは一生忘れない。ありがとう龍の浜パーキング、1度目は地元のヤンキーをビビらせ、2度目はゴキブリの大群に襲われたことを俺は一生忘れない。はい、着きました。梅立市営巡行船乗り場でいいんですかね。ちょっと切符とかなんやら買います。ここの多分埋め立てっていうところにて、この横波っていうところまで行くんですよ。なんで、お値段は多分620円ですね。料金は船内でお支払いくださいということです。ちなみにイメージ的にはこんな感じで動きますね。今ここにいるんですけど、ここからこう行って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 ここがゴールです。私たちので、ここに着いてから歩き出します。よし、じゃあ船乗りに行きましょうか。よっこいしょ。今日穏やか、めっちゃ穏やか。これですね、船。じゃあちょっと行ってみましょう。よいしょ。よいしょ。うわ、怖えぞこれ結構。よいしょ。おお、怖え。入れるかこれ。入れた入れた。よかった。出れるか。よいしょ。よいしょ。出れた。よし、行こう。はい、
時刻は11時40分ですね。今巡航線降りてちょっと歩いてたんですけど、今日もですねちょっと面白いことがあったんで、そのことはね夜時間がある時にでもおいおいお話ししようと思います楽しみにしとってください。でここからね次の岩本島ではなんだかんだで40キロ以上離れてるのかなまだ。今日は確実につかないような距離なんで、とりあえずね須崎の町ら辺で、どっか野宿できるとこ見つけて野宿しようと思ってるんですけど、須崎っていうと鍋焼きラーメンっていうラーメンがめちゃくちゃ有名なんですよ。これねあれじゃないですか、お遍路中肉を食べないとかっていうわけわからんマイルールを作ってるんで、始まってから今まで袋ラーメン以外のラーメン全く食べてないんですよね。ただこの須崎の鍋焼きラーメン一応ね食べれるんですよ。なんでかっていうと、多分ねスープも鶏ガラ、チャーシューも鶏チャーシューなんでいけると俺は思ってます。それをねなんとかして食べたいんですけど、須崎にある鍋焼きラーメンの有名なお店がね2時半だったかな、営業時間が。間に合うかどうか微妙っちゃ微妙わかんないですけど、とりあえず歩いて行って空いてそうだったら入ってね、せっかくなんで鍋焼きラーメン今日食べようかなと思います。じゃあまっすぐねこのまま進んでいって、須崎の市街地に行きたいと思います。キイチェこの地味に長い微妙な傾斜の坂道きついわ。そしてもう10月とは思えないすごい日差し、めちゃくちゃ暑いっすね。なんか目の前からすごい団体のお遍路さん来たんですけど、何なんですかね、こういうツアーもあるんですかね、歩いて回るツアー遍路みたいな。こんにちは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 。はい、須崎の市街地の方に入ってきました。で今の時間が、1時25分ぐらいですね。ここから鍋焼きラーメンのお店まであとどのくらい、ちょっと何キロか分かんないですけども、すぐ近くなんで多分行けると思います。あとは店に行列ができてないことを祈るばかりです。なんとか無事到着。須崎名物マユの店です。営業中ですね。よかった、たどり着けた。食べよう。よいしょ。熱い。馬路村ゆず胡椒鍋焼きラーメン気になるけど、こっちに熱いかな。せーの。わあ、いただきます。うまっ、めっちゃあっさり。はい、鍋焼きラーメン食べてきました。もうめちゃくちゃうまかったっすね。もう最高でした。3週間ぶりに食べるラーメンっていうのももちろんあるんですけど、鶏ガラスープ独特のあっさりしたラーメンで、麺は結構固茹ででしたね。でチャーシューがね鶏チャーシューで多分あれ親鶏だと思うんですけど、もうそれも歯応えあってもう最高でした。うまかった、感動しました。で都線からねずーっと一緒にここまで歩いてきて、多分ご夫婦の方だと思うんですけど、一緒にここのお店入っておごっていただきました。ありがとうございます。もしこの動画見られてたら本当にこの説はお世話になりました。ありがとうございます。いやー最高でしたね。じゃあ自分の方はまだ時間が2時半でめちゃくちゃ早いんですけど、もう今日はねここら辺で終わりにしようと思うんで、とりあえず野宿できるような場所探して、風呂あったらねちょっと入りたいな。とりあえずちょっとこの辺徘徊しようと思います。須崎中学校、そしてちょっと主張が激しいローソンで、これが道の駅須崎ですね。もうちょっと先行ってみましょう。よいしょよいしょ。この橋の下だったらとりあえず雨風はしのげそうな雰囲気。でもどうかな、結構ボコボコしてんな下。できんことはないか。できんことはないけど、ちょっと人通りもあるし、こっち側の方がいいかな。ちょっと向こう行ってみようか。
こっち側の方が俺好みじゃない？若干ちょっとこう傾斜があるように見えるけど、ここだったらまあ日当たりもいいし、今日は雨降らんよね確か。向こうの橋の下がいいかもしれない。ちょっとあっちまで行ってみようか。でも草生えてんな、橋の下は。まあここが一番ビットは来てますね。とりあえずここのとこ第一候補にしときましょうか。まだ時間も早いんで、道の駅ちょっと散策してみようか。食材の確保もいるし、さっき鍋焼きラーメン食べたけど別に今日夜食べんくても大丈夫やけどまあちょっと観光がてら道の駅見てこよう。はい、時刻は6時30分ですね。隣のローソンでこんな感じで買い出ししてきました。で、設営もですね、皆さんすでに完了してるんですけど、今日はねこんな感じでやっていこうかなと思います。これ多分高速道路だと思うんですけど、隣に高速道路があって、こっちには結構でかい道があるっていう感じで、まあ車通りはそれなりに多いんですけど、まあ夜になったら多分静かになるだろうし、道の駅もすぐそこ、ローソンもすぐそこっていう高立地な感じですね。ちなみにちょっと前に市役所の職員の人が来て、ここもともとねなんか公園だったっぽくって、こんな感じで荒れ果ててこれはどうなんだみたいな感じでなんか言ってたんですけど、気をつけて止まってくださいねっていうのすごい笑顔で帰ってきましたじゃあ早速ね晩ご飯作っていこうと思うんですけど、これですよ、皆さん見てください。インフレータブルマット行きました。穴開いてるとかそういうわけじゃないんですけど、空気入れたらね、ここがなんちゅうのかな、ボコってなるっていうか、いい感じにねモコモコなってくれなくって、ここだけ異常に膨らむんですよ。いやーなんか早かったですね。こっから先が思いやられますまあちょっとその辺はやりながらおいおい考えるとして、もうお腹も空いたんでね、早速ご飯食べようと思います。よし、ちょっとここ斜めっとるんすよね若干。まあしゃあねえわな、贅沢言えれんわ野宿なんじゃけ。よいしょ。で買ってきた食材なんですけど、もう今日めちゃくちゃシンプルです。とりあえず唐揚げくんの爽やかレモン、これとサラダ巻きで、今日ね昼に鍋焼きラーメン食べたじゃないですか。なんで夜はですねこれです、鍋焼きうどんですね鍋焼きシリーズで今日は攻めますよ。じゃあこれね早速温めていきましょうか。怖いな、ガシャンなりそうやねこれ。だったら笑ってくれみんな。よし、チカチやで。では皆さん、今日巡航線使ってそんなに歩いてもないんですけど、ドデカミンで乾杯しましょう。ここ一番の元気爆発いただきます。明日の活力になりますよ。じゃあ乾杯。うわー、元気爆発ですね。歩いた距離でいうと15キロぐらいですかね。全然歩いてないに等しいですけど、進んだ距離でいうと27キロぐらい進んでますね。まあ今ねちょっと時間もあるんで、明日の段取りをしとくと、明日はねこっちにピューっと行って37番の岩本寺を目指していきたいんですけど、でトンネル抜けた先にあるのが呉大正町市場っていうカツオ別格令嬢第2番があるんですけど、ここでとりあえず俺カツオ食べたいな。なんかねカツオっていうと広め市場のイメージすごい強いですけど、ここの土佐呉っていう町は高知県の中でもカツオのレベルが抜群に高いらしいんですよ。なんでかっていうと、単純に漁師町っていうのと、すごくカツオの味にうるさいもう伝説級の達人レベルの舌を持つおじいちゃんとかがいっぱいいるらしくて、それに引っ張られて売る側のレベルも上がってるっていう、なんかそんな感じらしいです。なんでここはねちょっと行きたいなと思ってるんで、明日まあ10時ここに着いてカツオを食べて歩みを進めます。そうしたらねこの七子峠っていうまた峠道があるんですけど、これを越えてずーっとこっちに行ったら岩本寺まで行けるかなと思ってます。ただ距離で言うとだいたいこっから30キロぐらい、32、3キロぐらいあると思うんで、カツオ食べてしかも峠道越えて俺の足でたどり着けるかどうかはすごく心配なんで、明日はちょっと早めに出ましょうね。この間30キロ歩いた時みたいに6時ぐらいに出発すればなんとかなるかなとは思うんで、理想は6時、遅くても7時ぐらいにはここを出たいなって思ってます。ただ頑張ろう、頑張っとけば絶対いいことあるんですよ。昨日だってそうだったじゃないですか。神様は、いやお大師様は見てくださってるんで、頑張れば必ず何か返ってくるので、自分がもしすげえ頑張ってるのに何も返ってこんなって思った場合は、まあ単純に全然頑張ってないか、それかもし返ってきてるのにそれに気づいてないかっていう、多分この2つだと思いますね。ここまで歩いてきてそれちょっと痛感してます。なんで明日もやれることはやる、それだけ。雨が降らないことだけを願ってますね。もうこっからずっと天気悪いんすよね。マジ最悪っすよ。こっちはもう天気がいいだけで嬉しいのに。これ唐揚げくんラスイチです。いただきます。まあ唐揚げくん肉と呼んでいいのか分かんないですけど、やっぱ肉が明日の活力になりますよ。遍路だろうとなんだろうと肉を食え、肉を。うまい。
ではこっちもぼちぼち良さそうですね。あ、やばい、溢れそう、怖い。火止めますと。でテーブルの下に置きたいよ俺は。これバナーにバーンとかなったら最悪やけね。これを一旦こっちに置いてバーナーをこっち。誰にでもできる簡単な作業ですいただいてみましょうか。シェラカップとか使や美しく食べれるのかもしれないんですけど、シェラカップ汚したくないんで悪いんですけど、犬食いします。餅も入ってるわこれ。ありがてえ。餅は明日の活力になりますからね。鍋焼きラーメンからの鍋焼きうどんです。いただきます。サラダ巻きもいこうか。完全コンビニで揃えただけなのに自分で温めたらそれだけでなんか自分で作った気になるな。いただきます。マジでローソンセレクションが最高にうまいわ。これローソンにもう足向けて寝れんで。じゃあ自分はこの鍋焼きうどんゆっくり食べようと思いますんで、皆さんあと食後にお会いしましょう。それでは後ほど。はい、時刻は8時47分ですね。いやー、さっきのね鍋焼きうどんあれ全部食べ終わりました。めちゃくちゃ美味しかったっすね。で今日なんですけど、もう明日の段取りも終わってるんでね、もうこの辺で今日の動画終わりにしてもいいかなと思ったんですけど、皆さん本日ですね、私一つお話しさせてください。これがですね、何かと言いますと、遍路してるとね本当にすごい体しんどいんですよ。もう毎日もう20キロも30キロも歩いて、とにかくやっぱ体も疲れますし、ろくにお風呂も入れないし、洗濯も毎日できるわけじゃないし、寝るときはキャンプじゃなくってこういう野宿っていうのがもうほとんどですしね。しんどいのはめちゃくちゃしんどいんですよ。ただその分ねすごい楽しいですね。毎日充実した生活を送らせてもらってるというか、俺もこれ全部終わって広島県に帰ったらね、どういう生活になるかまだわかんないですけど、一生のうちで今ものすごく濃密な時間を過ごしてもらってるっていうことには間違いないかなと思ってます。でそれにね、何よりもう毎日歩いてるといろんな人とのやっぱ出会いがあるんですよね。昨日はね四国80回ぐらい回られたっていうベテランのお遍路さんともお話ししましたし、今日は今日でね須崎の巡行線あれの中でねご夫婦と会って、そこからもちょっとお話しながら歩いてたんですけど、最後一緒にね鍋焼きラーメン食べに行ってお別れしたんですけどね、そういう出会いとかも、基本的にこう四国回ってなかったらないわけじゃないですか。なのでね、それもやっぱすごいいいなって俺は思ってるんですよ。ただ今日はですね良くない出会いが一つありました。これがですね、何かと言いますと、お遍路したことある人とか、お遍路しようかなと思って今いろいろ調べてる方はね、ちょっと聞いたことあるかもしれないんですけど、真言宗ダメダメおじさんっていうのがいるんですよ。これ何かと言いますと、要はですね、もうとにかく真言宗はダメだと、空海さんはクソだと、それをもう淡々と並走しながら語ってくるっていうおじさんが須崎の道に出没するっていうのが、これものすごい有名な話なんですよ。なんでね、俺も事前にその情報知ってたんですけど、今日ですね、一番最初にあったのは朝赤い長い橋あるじゃないですか。昇龍寺から来る途中に通った橋、あれを降りたところにいました。でいきなり話しかけてきて、最初ね何言うかと思ったら、巡行船乗るんかって言ってきて、乗りますって言ったら、じゃあわし須崎にちょっと用事があるけ車乗せてっちゃろうかって言われたんですよ。船で行こうが車で行こうが一緒じゃろうって言ってきたけ、いや大丈夫です、せっかくなんでこっちのルートで行きたいんでっていう話をして、断ったんですけど、そうしたら君はすごいの立派じゃのみたいな、ただ哲学ができてない、法華経を勉強しろと。でそのまま俺は巡行船のところに行って船に乗って須崎に行ったんですけど、そうしたらね、着いたところにまたいたんすよ。でそこでもちょっといろいろずっと話を同じような話をしてくるんで、俺もあれじゃないですか、こう四国を回ってる身というか、一応修行をしてる身というかあれなんですけど、出家とかする気全然ないですけどね、俺マジでクソなんで、すいません録音しちゃいましたその音声っていうのがこちらになります。本当ですか。これ勝手に言うんじゃなくて、これから言うとる。はい。いいのないもんね、部長の話でしたら、フランスに来てるんですよ。大物になるんですよ。本当ですか。それは良かったです。で、日蓮上人って言われてるんですよ。日蓮上人っていうのは、1253年に鎌倉時代、法華経と技術って何年を連続して立ち上げたんですよ。それと同時にはね、鎌倉幕府とか、日本書の僧侶とか、浄土宗の僧侶がね、みたいな感じで20数回踊るんですよ。弓とか槍とか刀で。だけど20数回踊って
ことができなかったんですよ。は鎌倉幕府が時の権力をもってしても日蓮一人を制することができんかったと。20数回ほどでやね、いは最後に鎌倉で捕まるんですよ。その時に300人の兵士が隠れ家を取り囲んだんです。で、上からの命令で捕まえたその場で殺せということになっちゃったんですよ。いはだけど、はっきり間に捕まえた人間が見物人がすごかったんですよ。い。その見物人の中から何も悪いことしとらん日蓮少年に対してなんでそんなひどいことするんだと、お前らほばついてるぞみたいな感じでヤジが飛んだって言うんですよ。で、まあここで戦つことになって捕まえたその日の夜に鎌倉の辰野口由比ヶ浜って知っとる？いや、知らないです。鎌倉幕府の大人が処刑しとった浜があるんですよ。有名な浜が。そこへ連れて行って日蓮少年の首を切ろうとしたんですよ。そしたら首を切ろうとした瞬間に江ノ島の方角からマリのような光雲が飛んできてはい。なんか前も会ったことありますか？え？自分2週目なんですよ。そう。で、10年ぐらい前なんですけど、なんかあったことないか。はい。会ってないですかね？いや、俺はあんまり記憶ないか。本当です。10年前からね、20歳ぐらいの時。ぐらいですね。そう思ったかもしれんね。そういうなんか記憶がある。なんか10年ぐらい前からこうやって結構話とかしたりしてます？いや、もうずっと俺は20年ぐらい。あ、そうなんですか。長いですね。これでちょっと有名ですよ。有名ですか？なんで有名なかった？嫌われて有名。そういう自覚があるんですね。なんか前はなんかなんかで多分勧められたような気がしたんですけど、合ってます？あ、じゃあいい。いやいや、これ、罪なわけじゃないんですよ。中華にはそういう事実があるっていう話をしてるんですよ。はい、いかがだったでしょうか。自分で嫌われてる自覚があるっていうのがまた面白いですよね。いや、もう最高でしたよ、ほんと。なんで、これからね、お遍路しようかなって思ってる方は、須崎の遍路小屋のあたりだったりとか、橋の辺。あの辺はね、出没ポイントとしてかなり有名なんで、気をつけてください。そんな感じです。多分、悪い人ではないとは思うんですけど、まあ、寂しいんでしょうね、多分。まあ、気が向いたらちょっと話聞くだけ聞いてあげてください。そんな感じです。はい。じゃあ今日はね、この辺で動画終わりにしようと思いますんで、皆さんよろしければチャンネル登録とグッドボタン、あと自分ですねインスタとツイッターやってますんで、概要欄からインスタとツイッターフォローしていただくと非常に嬉しいです。では次回歩き遍路23日目の動画でお会いしましょう。しばしの別れです。バイバイ。はい、着きました。呉大正町市場ですね。気をつけて渡ってくださいよ、いうことでね。気持ちいい。よいしょ。着いた。